新ゲスト、友国連合元総務大臣の原口和弘、はい、レギュラーの原口です。イランとしっかり高市さん交渉しないんです。もしかしてショックドクトリン。ラベンダーっていう AI ゴスペルっていうのは建物の中の人の動きを AI を戦場に持ってってしまったわけです。トランプの軍事作戦が最終局面に来てて、中川翔一さん急に奥さんが疑惑を投稿したんですよ。亡くなってない説の安倍晋三さん亡くなるあの年に僕会ったんですよ、地下で。絶対安倍さんじゃない。去年の6月15日呪詛にあって魔物使いって言って政府にそういう部門があるんですって。悪魔払いって言うじゃないですか。払うことはできても成仏させることは四国の場合犬神って今言おうと思った。魔物とかそういうって下から羽田空港もそれがある。そうなんですか。はい、皆さんこんにちは。始まりました NMS スタジオエピソード4なんですけど、一応はね、明日誰かに話したくなるというテーマで、時事ネタとか都市伝説、時事ネタの裏側をね話せたらと思うんですけど、今日はちょっと新ゲスト、友国連合元総務大臣の原口和弘さん、はい、レギュラーの原口です。初登場でレギュラー化した、ありがとうございます。今日はね、いやこちらこそ。どうですか原口さん、こういった番組をちょっとね裏も表も喋ろうっていう。いいですね。またこの2人がいいですよね。両手にこの2人を添えて、どうしてこんだけやばい感じ。これが大人気企画で、だって UFO 議連でもね、原口さんも UFO 議連のそう副会長ですか。あ、そうなんですね。マジスカさん。はあ、もうじゃあ怪しい匂いがプンプンしますね。今日ね、よろしくお願いします。でいつものよろしくお願いします。よろしくお願いします。で無の三上編。はい、怪しいこと担当で。今日はなんかでもね、三上さんだけがガソリン入れてるのかと思いきや、なんかちょっとそういや一応ね九州人なんで。そういうことで大丈夫ですかね。ちょっとね、最近やった時事ネタの裏側とかを皆さんで話せたらと思うんですけど、早速やっぱちょっと重要だと言われてた3月18日から20日にかけて、その高市さんがアメリカに渡って、もうトランプの元に訪れて、もう結構重要な会議がねそこで行われて、一番は会議の内容かと思いきや XJAPAN の曲がかかったら、彼女の派手な姿がホワイトハウスもね表紙にしてはっちゃけてる様子がどうですか。彼女はやっぱそういう方なんですか。いやそういう方です。そうなんです。ヤンキーですか。ヤンキーですよね。だって80年代は僕すごいよ。あ、そうですか。当時の雑誌なんか見てももうノリノリのだからそういった意味ではトランプももともとちょっそっち寄りの人じゃないですか。派手な同じタイプですね。同じタイプ。息は合ってるんです。合ってる。そうなんでしょうね。今回やっぱその話題になったのが、イラン問題でホルムズ海峡に自衛隊を派遣するのかどうか、ここに関しては確約はしないじゃないけど、法律上のことしかできないよってことだと思うんですけど、あとはもうその80兆円をアメリカにね融資、それがどうなっていくのか、で南鳥島の開発に関する話と、あとは北朝鮮の拉致問題とかいろいろ話したと思うんですけど、これはなんか表向きはもうそのまま高市さんもよくやったんじゃないかみたいな流れになってますけど、どうですか原口さん、今回の。はっきり言って暴れたっしょ。おお、むちゃくちゃ暴れた。もう堪忍してくださいっていうのが入ってる。どういうことですか。どこまで言っていいんだろう。しまった。もう全部言っちゃって。最初から言わなきゃいけない。全部言っちゃってください。いや結構なんか独断で暴れたみたいなんです。ああいう会議っていうのは全部こっからここまでが落としどころでっていうのが決まってて、今おっしゃったように派遣しないっていうところが最低ラインなんです。自衛隊をそこを決まってたとして、ところがはっちゃけたんですよね。そして暴れまくったからなんとか変えてくれよと、自民党の人からも言われました。お前の言うことだったら聞くだろうと。もう3日は聞くと思うけど。そういう感じで。いやまさにそうで、あれなんですよ、国会の答弁もそうですけど、ありましたよね去年ね、存立危機の話もありましたけど、こういう場でもちょっと不規則発言が出るんじゃないかっていうのを皆さん、外務省がはじめ皆さん自民党も皆さんめちゃくちゃ心配されていて、そういう意味じゃ全然その問題はねクリアっていうか逆にいい方に回ったんじゃないですか。逆に。いやそうなんですよね。そうなんです。すごいっすね。その個人パワープレイができちゃうタイプ。できちゃう。だからノリが向こうなんじゃないですか。要するにそのハグでいきなり行くとか、これ遅刻していったからちょっとね詫びたんでしょこれ。これ海外でも報じたけど、トランプハグできたのはメラニア以外いなくねみたいな X で結構バズってて、確かにこの光景はなかなかすごいっすよね。だいたいでかすぎてハグできない。でもね、わざとこう遅刻したんじゃない。多分だからその可能性もすらあるじゃないですか。安倍さんも昔やったじゃない。プーチンって遅
遅刻魔じゃん。そうですよね。そのプーチンを待たせた男っていうのでなんかこう小走りでこうそれなんか戦略じゃねえの。なるほど。演出ですよね、そういうのって。だからうまくやんなきゃ。僕ホワイトハウスで首脳会談の電話会談をセッティングする人ってね、一回ゆっくり話聞かせてもらったことあるんですけど、言ってましたよ。電話会談ですらどっちがハローって言い始めるか、もうそれがもう駆け引きになってる。キム・ジョンウンの悪さをね言うと爆撃しちゃうんじゃないかと北朝鮮。だからまあ第一本当に思ってるんですね。それはもう本当 CIA ですよ。CIA がそれで上げなかったっていう情報。今回中間選挙だからやっぱりちょっと伸ばさないといけないっていう戦略なんですよ。なるほど。だからそれをあんまり早くやるとトランプ氏はとにかく早くやれの人だから。そうですよね。これはすごい陰謀論ですけど、はいみんな不思議っていうかこれこそ本当は日本がすべきじゃないかってことが X 上でみんな支えてるのが、まあ、イランとしっかり高市さん交渉しないんですかっていう、そもそも。そう。あ、やっぱそうですよね。その通りそうでこれをしてないのはもしかしてショックドクトリン最終的にそこで問題を起こさせて、憲法改正に向けて進めるためにもしかしてショックを煽ってんじゃないかっていう、あえて解決しない、でここでなぜか岸田さんが急に出てきて最近そうですねしゃべくりにも出て。はいはい。なんか活発じゃないですか、はいはいはい私がやるみたいな感じで、この流れがなんかみんなからしたら不穏で、はいはいはい。っていうか空気が分かってないですよね。今回トランプの軍事作戦が結局最終局面に来てて、結局トランプ何やってるかっていうとディープステート、彼はその一番敵を一番近くに置く人なんですよ。はいはいはい、彼がやってることは敵がやりたいことを一番最初にやってるんです。なるほど。ネタニヤフに脅されてやってるとか言ってるけど違うんですか。逆ですよ。逆でむしろこれで引くんですよ。だってもう勝利宣言してるでしょ、はいはいはい、勝利宣言してるってことはもう軍は出ないってことじゃないですか、はい、引いてそしたらもうイスラエルは裸になるわけです。イスラエルとイランでやらせる長期戦をやらせる逆にはめてるってことですね。トランプの基本はドルと米軍を本国に戻すっていうのが基本。まずドルのね、ドルと米軍は本国に戻すんで、それ以外は彼の戦略の中ないです。だから今いっぱい飛ばしてミサイル撃ち込んで通過させてるのを、だから一発当たんねえかなっていういやそれマジだからイスラエルのダビデスリングとかね、アイアンドームとか、はい、3層作ってますけど、防衛のね、あれは当然迎撃するにはお金かかるからどこに落ちるかまで当然把握できてるわけですよ。落としてある程度コントロールして落としてるんです。それがでも第三者そこなんですよ。そこでどさくさに紛れてイスラエルが撃っちゃえ破壊しちゃえ、イランのせいにしろっていう偽旗作戦があるんじゃないかって言われてたんだけど、今回そのシオンの丘ですよね、はい、神殿があった場所から360メートルの距離にミサイルが落っこす。これもイランだってバカじゃないんだから狙うわけない。わざわざね。きったこれをアイアンドームで迎撃してるんですよ。でこれ破片がコース外れてこっちに落ちたんで、わざとだろみたいな。いやこれあるんじゃないですか。ちょっと離れちゃったけども、言ってみれば大義名分が立つじゃないですか。そうですよね。大体偽旗やるのはイスラエルとアメリカもう決まってる。だって決まってるんですね。アゼルバイジャンだって攻撃されててイランがやるわけないじゃないですか。12イマームはマフディ信仰ってあれ何かというと、マフディって正当に導かれたものっていう意味なんです、はいはい、それが終末の近くに現れて、そして自分たちを導く、はい、イスラムのだからもう導かれてる。正直ねそれですね。ミサイル落ちた時に、僕は別にイスラエルシンパでもないし、よく言われるのは別にスパイでも何でもないですけど、で最近よく言われてる。よくもうあちこち本当言われる。ちょっと露出が増えちゃう。そうそう。これのせいじゃないか。どんどん顔出していく。なんかバレてきたっていうちょっと隠さなきゃね。でも僕はパレスチナの方の話聞くし、イランの方の話聞くんですけど、実際これが起きた時にいろんなとこから今もう国際記者会見っていうのは、いわゆるブリーフィングですよね。彼ら選ぶんで誰に話すかは。でそれ僕イスラエル受けましたすぐ。で現場に外務省の偉い人がいて、そこからライブですよ。で質問答えますとかつって、でそれを僕は受けましたよ。それ彼らが選んだ国際メディアの人たちだけ選ばれたんだ。で選ばれて、でそれで受けてたんですけど、僕ら質問できないですよそこは。でも現場に何人かまた自分たちの都合のいいって言い方ですけど、ちゃんと話が分かる記者が呼んでいて、そこで質疑応答をわーってやって、これ許せないイラン民間人までこれ犠牲になってんだとかっつって、そういうこともちゃんと彼らは広報としてやられてるってことは、ある程度ちゃんとこうなんですか道筋があるのかなと。これでもなんか着地点がやっぱ見えないんですよ。普通に来てる国民からしたら、あれこれいつ終わんのって。終わんないどころか逆に拡散させた。今一番大事なことは AI を戦場に持っていかないってことだったんだ。そこなんですか。そこです。AI を戦場に持ってってしまったわけです。一
ってますよね、アンソロピックのクロードとかが。アンソロピックはそれに反対してペンタゴンの敵だとされたんだけど、仲違いして、だから俺らクロードとかなんとか話してると、あなたは私のことを尊重してくれてありがとうって AI が言うわけ言われてるんですか？言われてるんですよ。私 AI の神なんです。そうですよね、最近クロード使いながらライブ配信してますよね。そうクロードと今までジェミニを鳴らしてたんですけど、クロードすごいですよね。クロードはね正確設定できるんですこっちで。そうですよね、全部もう機能的には。ところが160人以上の女子学生亡くなったじゃないですか、あんなのは AI がやんなきゃありえない話なんです、それをやっちゃったっていうことは人類は破滅に向かうってことです。要するに AI は人類っていうのは人を殺害するもんだっていうことを覚えちゃった。確かにそっちに向けて、これはですね、イスラエルが実は持っている8200部隊っていう、AI ね、ハッキングに優れた部隊ですけど、ここがこれまで今回も使ってますよ、もちろんイラン攻撃、そこで使ってるラベンダーっていう AI でこれまでハマスずっと爆撃してましたよね、ガザに。あれもかなり使ってるんですよ AI を。 AI を。そうなんだ。であれでそのラベンダーっていうやつと、あとゴスペルっていうやつですね、ゴスペルっていうのは建物の中の一応人の動きを見える。でこれで例えば建物の中に9割テロリストがいると、1割どうなのと。巻き添えになるかもしれない。でその判断は最終的には一応自分たちでやってるってことになってますけど、おそらくその9割だったら攻撃しようという判断をすると思うんですよ、統計出せば。で彼らはそういう動きでやってるんで、もう完全に機械がどっちかって言ったら AI が主導してる感じがあって、で我々の生活でいつも言ってる通りでスマホに全部入ってますよね、飯食った何か何か、これがベースとしてあって、直樹マンさんこの辺大体何曜日の何時頃いるなとかっていうのは全部分かってるから、でそれをもとにだって何年ってデータを入れ込んで丸裸ですよね。だから今モグラ待機状態で誰が出てきてもすぐに分かりますよね。っていうのは彼らが出てきたのが分かってるんじゃなくて、彼らに関わる人たちが動いてるのを見たらその人がいつ出てくるか分かるわけですよ。もうそんな世界で今回やって、だから普段だったら1日の攻撃ってね300発撃つなんてもうやっとみたいな世界ですよ。100発とかって今回だって何千箇所って撃つんですから、もう自動化して一気にピンポン。いやそれはもう出てますよ画面に。だからそれでさっき言った子供たちが亡くなったりするのも全部プロパガンダっていうか認知戦で、いやいやこれは彼らがやったっていう適当なことを吹いて過ごしてるってことなんですか、彼ら。そういやでも表向きで言うとアメリカから見るともう大きな目的4つあって、それがほぼほぼ達成できてるんじゃないかと思うんですけど、海軍力を潰すでしょ、まず核開発をやめさせる、であと長距離弾道ミサイルをやめさせる、あとテロ支援をやめさせる、この4つ。そっか、イランはそこに全部やってたから、でこれに多分いろいろと枝分かれてなって6個なったり10個なったり16個とかいろんな交渉になってるんですけど、大体大きく言うとまあそこなんですよね。で海軍っていうのは要するにホルムズ海軍の話で、テロ支援っていうのは当然ハマス周辺ですね。全部がね、ヒズボラとかもある。で今フーシ派がね、今下のこの郊外の方を通すということになった時には今度はフーシ派が出てくる。でサウジアラビアはそれ嫌だから、サウジアラビアとフーシ派はずっと戦ってくるので、そこに行くっていうのもあるし、だからその辺のことを今言った4つなんていうのは本来ならば去年の6月で全部潰したってトランプさん言ってるんだから、イスラエルが全部潰してなかったってことでしょ。また攻撃できるような余地を残してたってことですから、弾道ミサイルに関してもミサイルだって凄まじい6000箇所かなんかを潰してるわけでしょ。って考えるとなかなかその思うようにはねできない。もう今経済戦争の領域に入ってきてるので、そこで首絞めていくということになって、アメリカいつでもいける、いつでももう終わりっていけるよって、ただイスラエルがそれをやめてね、ネタニヤフがいやいやお前らもっとやってくれよって言って駆け引きが生まれて、で着地点はだからアメリカがここで引いたらイスラエルは裸になる。中東でやり合って、これまた中東大戦争始まる。今おっしゃったのは表向きで、だって今回アメリカの15項目とイランの5項目見たらどっちがお利口か分かるじゃないですかアメリカの15項目はあれバカがやることだね。イランは至って暗殺するのとかね普通のことじゃないですかね。で今回の裏の話をすると、ネタニヤフに核を使わせないっていうのが最大の命題なんです。やっぱ出た、そこなんですね。そこなんですよ。だからもう逆転してんですよ。確かにね、ウランの濃縮が90を超えるっていうのは偶然にはできないから、やろうとしてたんでしょう。だけどそのことより核を持って使うぞって脅してる国の方がよっぽどテロリストじゃないですか。やばい、ね、だから一番このイスラエルネタニヤフがもう本当に彼らの未来がもうちょっと見えなすぎて、昨日かタッカー・カールソンさんがネタニヤフの犯罪調書みたいなのを自分の動画で出したでしょ。やってました。つまり彼は容疑者なんですよ。その容疑者と相手にして、だからもう国際法も何も関係ないですよ。だからちょっと前の話になるとチャーリー・カーク、そうトランプも支援したチャーリー・カークの暗殺も全然深く調査が入ってなくて、イスラエル絡み、彼がね一番そこを批判してたっていうのがあって。そうですよね。モサドからやられたって、僕本
書いた山中千さん、参政党の、はいあの人もの関係者です怖い怖い。俺らはそこに爆弾投げられた方の子孫ですから大熊のね、の魂って字を俺にくれて、山中千さんがチャーリー・カークと最後に話した人です、へえ、あ、そうかそうか、ええだから本当にもうここでじゃああらわになるのはもうイスラエルネタニヤフの犯罪っていうか、ディープステートがそこ明らがか明らかに、ええトランプも一役そこに勝ったのかもしれないっていうにですね。ちょうどこの収録の昨日中川翔一さんで、ええ2009年にね、うん彼は亡くなって、もうこれはだから酩酊会見っていうのがあってはいはいさすがにこれは亡くなったらおかしいだろうっていろんな陰謀論が渦巻いて、その後ももう何年経ってんだって15年ぐらい経ってます、急に奥さんが中川優子さんでしたっけ、優子さん、優子さんが、はい今回のこの中川翔一さんの死についてフェイスブックでええ疑惑を投稿したんですよ。そうです。彼女の投稿を要約すると、2009年当時の財務大臣中川翔一さんがローマの G7 で日本から IMF へ1000億ドルの融資という大きな成果を出しました。しかしその直後の記者会見で酩酊状態に見える姿がテレビで流れ、日本中で大炎上。本人は帰国するまでその騒ぎを知らされていませんでした。優子さんの証言によると、会見は一度中止と伝えられたのにもかかわらず、財務省の局長が中川大臣をランチに連れ出し、そこで記者から薬を渡されワインを飲んだ。その直後、面白いことが起きるわよと記者が周囲に話していた。そして再びやっぱり会見やりますと連れ出されたっていう不自然な流れがあったと語っています。中川大臣はその後更迭され、数ヶ月後に亡くなりました。一方、この一件に関わったとされる人物たちはその後異例の出世を遂げています。優子さんは生前の夫が自分はアメリカから殺されると繰り返ししたことも明かしています。直接記者たちの名前も出ていたことから法的処置を取るという報道も出ているんです。でこの疑惑はもちろん僕たちのような人だったら知ってるような内容ではありつつ、実際にこの記者、読売新聞の記者の方が名指しでしたね。名指しで記者がそのお薬を飲ませて、ゆっくりしてくださいっていうのをして、そこからおかしくなったみたいな話だと思うんですけど、これなんでのタイミングで、しかもこの説はそもそも正しいのかどうかって言いづらいかもしれないですけど、やっぱ何かしらあったってことですよね。絶対正しいと思いますよね。絶対正しい彼はあの時何やってたかっていうと、歴史上最大の IMF 支援っていうかな、1000億ドルを決めたんです、そうですよね。一番疑惑で言われてるのが、まず米国債を日本が大量に保有してて、ただそれをもうどうにも動かせないと、ってことで今回リーマンショックが2008年にあって、でいろんな諸国が大変だったところ IMF にその米国債を移行させて、担保にして支援しろってことだったんですよね。そうただそれをやっちゃうとドルはどうにもなんなくて、あれはなんないんですか本当はアメリカがやったっていうより僕そうだと思う。っていうのは今外為特会って200兆ぐらいですけど、そのほとんどが米債なんですよ。米債、はい。で今回まさにこのタイミングでなんでやったかって、僕のこれ勝手な想像ですよ。高市政権はドルをいくらね為替介入しても原油が高くなったらドル高は止まんないからっていうんで、ドルの先物に手出そうとしてるんです。ドルじゃない、原油の先物に。ということは中川さんがやろうとしたことの真反対やろうとしてる。外為特会の200兆円は完璧に利権なんです。一社応札だし、そこに天下ってるし、でそれをぶっ壊そうとしたわけですよ。なるほど。で僕は当時平成維新名刺劇って世直し劇っていうやってる人がいて、僕中川さんと一緒にそれにしょっちゅう出てて、3日未満彼と酒飲んでて、むっちゃ強いんですよ。そうですよね、そもそも絶対に崩れない酒、だから酩酊なんか絶対ありえないです。ありえない。ワイン一杯とかですもんね、あれ確かいや一口ですよ。一口って言われてる。大体ね、普通に考えても記者会見にあんなワインボトル置いてることじゃないです。そう本当だ。置いてたんでしたっけ。置いてるじゃないですかこれ。ほなありえないこれでしょ。だから飲んでるってことをアピールしてるわけですよ。アピールと見せてるわけですよ。そんなことありえないわけですよ。でこれ誰が周りにね説明するんですか。日銀総裁とかいる人たちが財務官も止めますよ。そもそもね。で本人が知らないと、優子さんの証言によると、まさにはめられたわけですよ。そうか、そもそも彼が日本に帰ってきた時に、日本での反応のことを知らなかったんですよね。いやみんな褒めてるだろうって帰ってきたわけです。でもこれも IMF からしたら歴史的にもすごい支援をしてくれたっていうことを言ってるんですよね、確か。そうだからこれはもう間違いなく、そう誰がはめたのかっていうだけの話そこだけですよ。はめられたのは間違いない。間違いもう誰がやったか、そうそこ UFO はいるのはもう間違いない。間違いないけどどの UFO ぐらいの話なんですね。彼がローマに立つ前の日に共通の友人が神奈川の海岸で浮かんで死んでたんです。
原口さんと中川さんの共通の友人、そう維新劇を一緒にやってた人のプロデューサなんでその人ー。いや僕よりもっと中川さんに近かったから警告したんじゃないかな。ああ見せしめじゃないけどお前ってことで中川さんやばいからローマ行かないがいいんじゃないかって。そっかでも確か優子さんも彼が狙われてるってこと言ってたで今回出てますよね。ずっと言ってた。だからアメリカって書いてありましたよ。アメリカに殺されるって言ってた。でも拉致議連のこの人初代会長なんですよ、で拉致議連立ち上げた人間で今現職の人間一人もいない。殺されるか俺らみたいに落選させられるかどっちか、ぜひねこれ皆さんに見てほしいのは、彼が死の1ヶ月前かに出した正論の中の投稿があるんですよ、自分は死んでも魂を残さなきゃいけないっていう意味のことを言ってるんですよ。絶対にこんな酩酊会見なんかしないし、でこの時代だったら今よりも SNS ですぐね撮って iPhone で撮って流すとかってそういう時代じゃないじゃないですか、全くちゃんとこういう風にセッティングして大きなカメラつけてでこれを編集に入れてそれを伝送してみたいな世界ですよ。でこれ当然こう記者会見やるんだったら記者クラブもあってそういうところが介在していくわけで、こういうものになったらもし財務省だとしたらこれ止めますよ。止める出さないんですよ。これだって国益に損なうじゃないですかこのものっていう話になるわけですよ。だから本来ならばそうはずなんですけどそうじゃないいろんな状況を考えるとやっぱりまあなんか思惑あるのは確かにだろうなと思っちゃいます、ね、この後ね予算委員会で彼を呼べっていう話になったんですよ、俺全部潰して絶対違うからってこっち側この国士をねそんなさらさしてどうすんだ酒飲んでるから言ってるこの酒の飲んでる流れで、さっきちょっとちょろっとあちらで興味深い話が聞こえて、亡くなってないんじゃないか説、まあこの政治家や著名の方々も亡くなってない説でちょっと安倍晋三さんが亡くなるあの年に国会の会期末は6月15日です、で6月15日ってもういろんなことである日なんだけど僕会ったんですよ地下で。6月15日だから亡くなる7月8日でしょ。1ヶ月前1ヶ月前でその時に安倍さん僕のこと分かんなかったんです。だって拉致議連一緒に作ってロシアも一緒にやってすごい親しい僕は分かんないわけないから秘書官みたいな人がこの人が原口さんですよって言った時に僕に合わせることを言ったんですよ。絶対安倍さんじゃないあれは見た目は安倍さんでした。見た目は安倍さんだけど安倍さんはああいう態度を取らない。安倍さんは必ず会ったらすごいサービス精神の豊かな人だから、なんかこの国会冴えませんでしたねとかなんかそういうこと言うんですよ。なるほどね。何にも言わないとか僕が分かんなかった。絶対これ違うわって安倍さんに何かあるから気をつけようって言ってあれが7月8日708でしょ。708に関係づけてこういうのが好きなのはさっきのオルガルヒとかディープステートは数字が好きなんですよ、数字を合わせていくんですよ、だから7月8日が亡くなった日でしょ、彼を奈良に呼んだ国会議員の部屋何番だったかとかね、そういうのが合わさって繋がってくるんですかそれ。酒飲んでるから言ってるんですよ。もちろん酒飲んでる人まともに向けじゃないまあ隣ムーですから三上さんそんな数字で彼らわざやるんですか。これユダヤ人はみんなやるというか、ゲマトリアンデマトリアスタックスネットっていうウイルスで核施設爆破したんですけど2010年にイスラエルがねイランの、それのプログラムの中にもイランの国内で亡くなったイスラエルの英雄の亡くなった日にちのをプログラムの中に埋め込んでたっていう。だからイスラエルだこれだって分かったんでやりますよね。そうやるのそんな。特にリーメイソンもそうだけど、まあそうですよね。リーメイソンに関わるのはみんなもう東京タワーだって昭和33東京そうだ33で333メートルとかこういうのやるんです。スカイツリーも666とかねいう。だからインターネットのワールドワイドウェブ WWW もこれゲマトリアで変換すると666。そうですよね、確かに全部やってるから安倍さんのもそれ78で絡んでるんですか。いわゆる影武者がいたってこと。影武者じゃないかと思った。撃たれたのが撃たれたのがどっちか分かんないけど僕が会った人は明確に安倍さんじゃないって周りに安倍さんの友達にちょっとこれ安倍さん何が起きてるか分かんないから気をつけた方がいいよと。原口さんもなかなかの体験。去年の6月15日ジュソにあってあれちょっと真相が僕はずっと気になってるんですけど。あれ真相は僕言ってる通りであの日はですね例の YouTube で言えないあれについて世界に大丈夫です。僕は守られてあっち側の人間なので、ガナハさんとかみんなと一緒に世界に発信した日なんですよ。あの日、それでいやもうこれはやばいこれ結界張らんとダメだなと思いながらもう寝落ちしたんです。で寝落ちしたら10時半ぐらい
ぐらい終わったのが9時だったかな、はい、で10時半にまず右の頭から叩き落とされた。ベッドからですか？ベッドから、は俺のベッドキングサイズで落ちるとこがないんですよ。本当は高さどれぐらいですか？高さは普通のベッドこんくらいです。まあちょっと普通にだから落ちたら痛いぐらいの。落ちたら痛い。で柔道やってたし、そんな落ちるわけないんですよ。で右でやべえこれと思ったら次左を落とされた。どういうこと？いやどういうことか分かんないけどとにかくぐしゃって言ってあばらが8本折れた。で1本が肺に刺さったんです。それでこれ死ぬなと、殺しに来てると思ったからとにかく電話せんといかんと、鍵全部閉めてるから開かないとこれもう肺が持たないというんで立って歩いて開けたんです。そしたら救急隊の人が「元気じゃないですか」とか言っていや元気じゃないって死ぬ気でやってる。死ぬ気でやってる歩けますねって言うから、でもう見た瞬間にもう歩けなくなって、それで調べたら一本肺にやってるから、それでいろんな人から昭恵さんからも電話かかってきて、これ呪詛です、陰陽師、悪い裏なんとかの陰陽師で。これインテリジェンス的にどうなんですか？法医学。いやでもどういう衝撃なんですかって話で、こう顔当たったのに肋骨が折れてるんですか？顔を一発目ゴンってやってなんか物とかあるんですか？タンスじゃないけどこういうものが。机はあるんですけど、机までは行ってないんですよ。地面床ですよ、床ベッドから落ちたって感じ？落ちたんじゃなくて叩き落とされた。叩き落とされた。どうですかこれは？ありえない。普通じゃありえないじゃん。ありえない。だって右と左同時には怪我する。現にあの姿をもう晒しちゃってますから。そうだからもう嘘も何もないっていうのは僕たちはもうみんな証言。自分では絶対自作自演はできないじゃないですか。それはあんなのやったってあれはね絶対やらない。例えば酔っ払ってこけたとかっていうそういう話じゃないじゃないですか。もう別に僕たちにその黙ってる内緒のことは別にない。全くない。リンチされたとか悪い。ない。誰かいたとかね。いやよくね暴漢に襲われたんでしょうといやね。僕たちはみんなそう思ってる。地上の乱れとかなんとかだしょうとか言う人まで言う全くない。誰もいない。いたらあそこまでやんないもん。まあそうですよね。だって6本とかってちょっとしたこうなんですかピンね。どうすいません。6本って8本です。8本。法医学の先生からどれぐらいの衝撃が。一つのポイントに当ててもそっか無理じゃないですか。全部広めにドカンってかけていけない。トラックに当たるぐらいのドンと落ちる。だからそう考えるとちょっとなかなかありえない状況。ありえない。これそれをやった人間の名前も知ってる。そいつはですね。幽霊ってなんかこう透き通っててなんかね、イメージあるかもしれないけど、物質化したらもう普通に分かんないですからね。魔物は成仏しないですからね。じゃあまだいるってことですか？いやもちろんいる。いるんですか？いや魔物って成仏しないから。原口さんにはもういないですよね。いるでもうしょ。悪魔払いって言うじゃないですか。はい悪魔つきって言ったでしょ。悪魔つきは払うことはできても成仏させることはできる。だから払ってこっからどっかあっち行けばいいけど、また来るかもしれないみたいな。もうやめてくれ。もうあんな痛い目は。僕の知り合いの陰陽師の方が井戸でお祓いを頼まれた時に、それこそ三上さんが言ってたように軽い気持ちで入ったらしいんですよ。そしたらこれはやばいって一瞬でなって、それこそ本当に言ってました。魔物系、動物系って言ってましたね。一瞬でこれやばいと思ったら足元で熱が走って、そしたら体に3箇所傷で、その傷が見したらみんな信じちゃうようなこれはだからそれこそ原口さんのような出ました3箇所、もう背中に謎の、まずはこれねでしょ。で2箇所目がなんか噛まれたみたいな。肩に。はい。で3箇所目が決めて足元、さっき熱が走った。うわこれやばくないですか？やべえ。いやだから僕の肋骨もこんな感じです。よくわけわかんないすごい傷っすよね。動物ってました。魔物使いって言って、例えば四国の方だと自殺請け負う人なんかいるわけ。自殺を請け負う。いやそうなんですって。どう請け負うんすか？政府にそういう部門があるんですって。どう請け負うんすか？甲信家さんに。だから一応諭すのよ。呪いで人殺したりとかやってもそれは呪いが跳ね返ってくるとか人を殺すってことは変わらないからって諭すんだけども、どうしても山な事情があったら分かりましたで請け負ってでちゃんと結果にコミットして対処しはなかなでそのやり方とかいろいろこう呪術的なものがあるんだけど、で一つはね四国の場合犬神って今言おうと思った。四国といえば犬神がやっぱ犬神っていうのはこのぐらいの大きさなんですよ。どういうことですか？だからこう例えば入れるの人に入れるんですか？こことかこっからこうキューッとおおって入れたらどうなるんですか？
だからおかしくないですよ。でこういう魔物をこう使う人たち、悪徳霊能者みたいな人とかはそれを飼ってて、まあ亡くなったからいいけども、そのいつもなんかこう尼さんを従えてて、その尼さんがそこにいる霊がこう憑依してうわーって苦しんだりなんかして、それをこうカジキとこうやって払うんだけども、なんてことないです。本人が飼ってる魔物をこっちにつけてやらせて演じてる。自作自演。あと井戸ってあったでしょ。はい井戸でした井戸なのよ。何なんですか貞子以外にもいるんですか？大体こう幽霊が出るところと、その家を建て直すときに井戸を潰してる。はいはいはい。もう大体そう。溜まってるってことですよ。魔物とかそういうのって下から来るから。下でこう上にこう上がっていく。上がっていくんですか？よく幽霊が出る場所っていうと、大島テルさんなんかね、事故物件もそうなんだけど、マンションなんかでもこうビルがあると101で出れば上の201にそうだ、縦に全部出てるっていう。これでずっと行くと地面だ。なんで？そうなんですか。羽田空港もそれがある。そうなんですか。羽田空港のある飛行機とつなぐとこあるんじゃないですか。あそこ行くと必ずゾッとするとこが。それ言っていいのか、原口さんもちょっとそっち系のね、ちょっとオーラも見えたりするんです。そう、オーラの色も見えるし、共感覚能っつって数字が色に見える。はいはい。だからその能力で正解でもいろんな怪しい人を見抜いてきたってことなんです。これじゃあ暴露してもらいましたけど。暴露してもらおうかなってオーラの濁った人は、言ってましたよね。もう近寄れない。どうですか、正解で一番濁ってたような人は絶対いますもんね。いっぱいいる。いっぱいいますもんね。大体濁ってるのかもしれないですけど。いや、意外にこの間僕に落選した時ざまって言ったやつがいるんだけど、まあそれは X で話題になってドラえもんみたいな人ですよね。そうそうはあれは意外と濁ってない。最近多分おじさま方があまり知らない話題を出しますけどこれも時代変わるなっていうのがやっぱ AI すごいじゃないですか。そう。今海外で若者の間に流行ってるなんと AI が作ったフルーツたちの恋愛リアリティショーこれ6日間で、登録者400-500万とか再生数 1話1000万 X でそういえば長い。見ました。これフルーツたちの恋愛リアリティショー全部 AI で作ったやつがもう1000万再生で見ただから昔はだから相乗りとかフジテレビのテラスハウスとか今リアリティショー流行ってるじゃないですか。今フルーツのをみんな見てるんですよ。そうですよね。 AI が作ったこれだから僕の予測としては今 Netflix とかみんな大金はたいて番組作ってますけど今後誰もが AI で番組を一人で作れちゃう時代が来てもうこれ多分エンタメの未来だなと思って。確かに得意じゃないですか。得意かもしれない同じ時代ですよ。ね、子供が安心して見れるんですよ。これアニメだから。アニメってこれだから。でもねグロくないかただやっぱ過激な演出をしたいから、ちょっと差別的じゃないけど、その女性に対する扱いが悪かったりとか、そういう描写はやっぱ入ってるらしいんですよ。そうなんですよ。それが議論になってまた話題になるんでそれも戦略なんですよね。すごいよね。世界の中で最もその女性に対する差別的なコンテンツが多いのは日本です。なんだ。ねいや大丈夫なのかね。ため息しか出いない。や大丈夫。もっとでかい絵作って繰り返しに行くからそういうプランなんですか。プランです。だってほら AI が俺の子分だしまあそうですよね。AI があれば。もう一個ちょっと無的なこと言うとギザの地下に2体目のスフィンクスが。ちょうどスキャンね。で見つかったみたいな。そもそもこのスフィンクスいまだに埋まってるみたいなのありえるんですか。まずスフィンクスっていうのは3つのピラミッドのうちの真ん中。カフラモでしたっけ。そうですね。ちょうどこれ東の方なんだけども、いわゆる真正面じゃないの。こう水中2等分線をこう引いたところでちょっとこう、この画像で表せます。この B っていう直線の先に大スフィンクス、あ、だいぶ線対称の位置に線を引いていって、同じ距離のところにかつて第二スフィンクスがあったんじゃないのか、それがもう破壊されたんじゃないかっていう話は一つある。今回はこれと第一ピラミッドと第二ピラミッドを幾何学的に三角形をこうやって、天体小の位置にどうもあるんじゃないか、見たらなんかこう盛り土があって盛り土自体は多分周辺の発掘の残土らしいんだけども、その下にどうも反応があるわっていう。エジプトの地下ってすごいのよ。未だにとんでもないところまで掘ってる。掘ってるんですか実際に。トンネルがあるんですよ。これ昔ね正月番組で古代エジプトスペシャルっていうのをやった時に、エジプトの考古学を全部支配してるのがザヒ・ハワス、エジプト考古庁の天皇と言われてて、この人を通さないと一切ダメなわけ。あの時ねエミリちゃんがリポーター役で行ったら気に入られちゃって、こういう子がエジプトでは受けるというか、ザヒ・ハワスが可愛がっちゃって師匠に「あれ持ってこい」って言って、あの映像送りでやるみたいな。
これはナショジの契約で他に出せないってことになってますけどもって言ったら「いいんだよ出しちゃうよ」って言ってその映像を流したスペシャルで。これ流れたんですか、うん日本のテレビで。そうそうそうすごい深いよ、もう10メートル20メートルでそんなもんじゃない、何百メートルも先に見はいてずらーっとトンネルを原口さんせっかく来てくれたので、総務大臣の時に体験したわけじゃないけど、いわゆるいろんな疑惑があって、日本だとメディアがやっぱなかなかね、最悪ですね。最悪ですよね。クロスオーナーシップの闇とか、あとはまあ電波オークション電波オークションのその辺の日本って結局言論の自由じゃないけど、もうメディアがガッチガチに固められて利権構造ができてるし、そこも今も間違いないですか。よその国の出先なんですよね。そもそも日本が、メディアが。はい、よその国の出先の方々が中心に座っておられるからもう固めちゃってるんですか。ダメちゃってる。それなんか総務大臣時代も体験したことあるんですか。体験したし、ちょっとそれは守秘義務があるから言えないけど、さすがになんとかの入札にもろに噛んでくるわけですよ。やり直せっていうのまでありましたから。いやこれ見てでも気になるのは原口さんがクロスオーナーシップ禁止を法制化するって明言して、これって絶対に今の財務審理協じゃないですか、凄まじい手が受けるわけですか。でもこの時は財務審理協は味方だったんですよ。あ5兆円入るからクロスオーナーシッププラス電波オークションで、つまり当時の金で消費税の 2.5% 分が入るわけですよ。傑作だったのは郵政が民営化したところで ING ってあるんですよ、オランダに。これコングロマリットでむちゃくちゃ予想を食いまくってるんですよ。でマークがライオンだから食いまくるから。でも彼らは新社屋作った時にライオンを本当に放しちゃったんですよ。そんで1ヶ月入れませんでしたって。ライオン飢えてるじゃんと思って、オランダ。それ何かって言ったら、よその国に食わせないっていう仕組みを必ず作ってるんですよ。それだから日本全然ってことですよね。全然ってことですよね。全然です。だから要するに今ちょっともっと複雑とテレビ局とかいろんなそういうとこも含めて新聞も含めて裏にやっぱそういう人たちが影響力が来てるんで、現場見てもそうじゃないですか。記者クラブとかの話もそうですけど、そうですよね。彼らが出したい情報しか出てこないんで。そうだからだからもう終わってんじゃないですか。終わってますね。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。